はい、こんにちは、マギです。イントロで感づいた方もいるかもしれませんが、今回は Galaxy の PC パーツやゲーミングデバイスを使用してゲーミングデスクのセットアップをしていきたいと思います。前半ではゲーミング PC の組み立てを行い、後半では実際にゲームをプレイして全体の使用感などをまとめていきたいと思います。今回紹介するのは Galaxy Revolution 3 PC ケース、Galaxy RTX3060EX ホワイト、Galaxy Slider 5、Galaxy Sonar 4ホワイトの4製品です。Galaxy Revolution 3はミニタワーケースながらミニ ITX とマイクロ ATX マザーボードに対応した PC ケースです。ただマイクロ ATX に対応したミニタワーケースなら他社からもリリースされていますが、高さが類を見ないほど低く、全体的にかなりコンパクトにまとまっている印象です。これだけではなく、電源ユニットも SFX と ATX 両サイズに対応し、簡易水冷も最大 280mm まで搭載することができます。さらに、ミニタワーケースのレビュー動画でいつも言っている HDD も、グラフィックボードや簡易水冷をつけた状態で3つまで搭載できるので、まさに自分が待ち望んでいたケースそのものと言えます。今回はちょうどインテル12世代 12600KF と GB Z690M オーラスエリート DDR4 を入手できたので Revolution 3と合わせて組んでいきたいと思います。次に搭載するグラフィックボードを紹介します。今回搭載するのは同じく Galaxy からリリースされている GeForce RTX3060EX ホワイト OC です。製品名自体は聞き慣れないですが、商品自体はクロート志向からリリースされている Galacro RTX3060OC ホワイトと同じ商品です。もちろん国内で購入することもできます。有名なので詳しい説明は省略しますが、スペック自体は RTX2060 スーパーとほぼ同等で、同じ RTX3060 の中でも最安値に近く、白止めしたい方には特におすすめなモデルです。では実際に Revolution 3と RTX3060EX ホワイト、新型インテル CPU を使用して組んでいきたいと思います。が、その前にまずはこの画像をご覧ください。これは Galaxy Japan 様が作成した Revolution 3の簡易組み合わせ表になります。左から順に自分が使用するパーツを選んでいくことで、最終的にどのパーツが使用できて、どのパーツが使用できないのか確認することができます。今回のケースではマザーボードに Z690M オーラスエリート、GPU に全長 28cm の RTX3060 を使用するため、左から順にマイクロ ATX、ATX、横置き、空冷の1段目のパターンとなります。今回のパターンはマイクロ ATX と ATX 電源を採用したパターンなので、ミドルタワーなどから移行する方や、新しくミニタワーケースで組むとしても一番安価で真似しやすい構成なのではないかと思います。構成が決まったら、あとはいつも通り組み立てるだけです。
ゲームをするためのパソコンができたので、次にデスクのセットアップをしていきたいと思います。ゲームをするのに欠かせないのがマウスパッド、キーボード、ヘッドセットですが、今回はその中のマウスとヘッドセットを紹介します。まず紹介するのは Galaxy Slider 5 ARGB ゲーミングマウスです。スライダー5は重量わずか 60g というゲーミングデバイスメーカー以外では珍しい軽量マウスで、筐体加工もハニガムデザインになっています。ケーブルは若干硬めのパラコードで、クリック感は軽すぎず硬すぎずでかなり良好です。サイドボタンが細めなのは好みが分かれそうですが、マウス自体のくびれもしっかりしていて、個人的にかなり持ちやすいマウスです。最後に Galaxy Sonar 4ホワイトゲーミングヘッドセットを紹介します。Sonar 4は 7.1 アンバーチャルサラウンドに対応したヘッドセットで、左右の筐体に綺麗な ARGB ライティングがあるのが特徴です。音質はゲーミングヘッドセットにしてはかなり軽めな印象で、中華製品などでよくあるきつめのドンシャリなどではありません。よく言えばずっとつけていられる聞き疲れしない音質で、悪く言えば足音などの低音が他のヘッドセットに比べると響きにくい印象です。安っぽさはないものの、イヤーマフなどに特別な高級感はなく、マイクも着脱不可能。ソフトウェアを使用してもイコライザー設定などができないため、ヘッドセットとしてはかなり入門向けという印象です。実際にデスクの上に全てセットしてみました。こうしてみると、やはりミニタワーケースだとデスクの上に置いても邪魔になりにくく、PC をインテリアとして楽しみたい方にもミニタワーは最適な規格だと思います。もちろん製品に関しても全く問題なく、インテル12世代 12600KF と RTX3060 を使用しているということもあり、人気タイトル Apex Legends マップストームポイントでは平均 200fps を出すことができています。3060をレビューしたことは今までなかったんですが、意外とフレームレートが出てびっくりしました。スライダーとソナーの感想ですが、ゲームはとても快適にプレイできています。ただ正直に言うと、やはり両製品ともにもう一工夫欲しい製品ではあります。普段からロジクールなどのゲーミングデバイスメーカーを使用している身からすると、スライダーは重量こそ軽く持ちやすくてとても好感触なのですが、パラコードが固めだという点や、ワイヤレスマウスというトレンドに乗れていない点を考慮すると少し残念です。ソナーについても、やはりゲーミングヘッドセットとしては重要なイコライザー設定がなく、特別な印象がないのはレビューする側からしても少し厳しい評価を言わざるを得ません。こちらも価格次第ではあるのですが、近年ロジクールやレーザー、ゼンハイザーなどが低価格帯で優秀なヘッドセットをリリースしてきている以上、それなりに安価でないとおすすめはできないというのが本音です。今回は Galaxy Revolution 3 RTX3060EX ホワイト、スライダー5、ソナー4、4つの製品を紹介しました。マウスとヘッドセットについては少し厳しめの評価となってしまいましたが、ケースの出来は本当に素晴らしいと思います。デスクに気軽に置けるサイズのケースで、マイクロ ATX を使えるメリットは凄まじく、価格面や拡張性を考えてもメリットしかありません。その上 ATX 電源でも組むことができるので、RTX3060 や 3060Ti などの大型になりすぎない GPU と組み合わせると完璧な組み合わせになると思います。個人的にマイクロ ATX を使用する際にも 240mm 超えの GPU を縦置きできるようになれば、最新の GPU、水冷、マイクロ ATX を同時に組むことができるので、夢が広がると思いました。しかし残念なことに、実はこの4つの製品のうちグラフィックボード以外は日本ではまだ取り扱いが開始されていません。今回は光栄なことに先行体験ということで Galaxy Japan 様から提供していただいたので、この動画を見てもしこれらの製品を購入したい、日本でも取り扱ってほしいという声が多ければ日本でも入手できるようになるかもしれません。特に Revolution 3は本当に素晴らしいケースだと思うので、ぜひコメント欄や Twitter などで皆さんアピールしてみてください。今回の動画は以上になります。参考になりましたらぜひ評価やコメントなどをよろしくお願いします。製品のリンクなどは概要欄に全て貼っておきますので、気になる方は概要欄からチェックするか、質問などがあればコメント欄へお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。